こんにちは。今回はこの棒針編みの模様編みを紹介します。この模様は表側はこのような模様です。とても可愛い模様になります。そして裏側はこちらになります。この編み方を編み図で説明します。編み図はこのような編み図になります。少し分かりにくいと思いますが、この模様一つは上下2つに分かれています。最初は右上3目一度を編んで3目を1目にまとめます。その時に表編みで1回3目一度を編みます。次に掛け目をしてまたもう一度同じ目で表編みを編んで3目一度で3目を1目に減らしてから今度は表編み掛け目表編みとして3目に戻します。それを3目ごとに繰り返して次の段は裏編みを編む編み方です。編み図では今回15目の作り目を作り、最初は作り目です。そして2段目は表編みの編み目記号になっていますが、2段目は裏から編みますので裏編みを普通に編みます。で3段目から模様編みを編みます。3段目は表編み2目を編んで、次にこの模様を3目使って編み、次も3目を使って模様を編んで、最後は1目だけ表編みをします。次の4段目は裏編みだけをしていきます。4段目は裏から編みますので裏編みだけをします。そして5段目はここから表編み2目ではなく、次は表編み1目で1目右側にずらして同じように模様を編み、最後は2目表編みをします。これを7段も右側に1つずらして表編みしないで直接模様編みを編みます。そして9段はまた1段目と同じ位置に戻ってだんだん右にずらしながら模様を編んでいきます。編みながらまた説明します。この模様が一つの模様です。3目を一度で減らし、次にまた3目に増やしている模様です。では最初は作り目を15目作りました。これは模様が途中で横に縮まってしまいますので、作り目と次の裏編みの2回だけは8号の棒針で編み、あとは10号の太い棒針で編みます。一般的な作り目を15目作り、編み地を裏返して2段目から編みます。この糸端を1回くぐらしてから裏編みを編みます。今回はおばあちゃんの棒針編みの編み方です。おばあちゃんの編み方は、裏編みは右から左へ針を入れ、糸を下にかけて右に引き出す裏編みです。これがおばあちゃんの裏編みの編み方です。右から左へ針を入れ、糸は針の下から右に引き出します。この裏編みを2段目は裏編みだけをしていきます。おばあちゃんの裏編みで編んでいます。針は右から左へ入れ、
糸は針の下をくぐらして右に出します。これを繰り返して15目の裏編みを編みます。15目の裏編みができました。この8号の針はやめにして、次はこちらの10号の方の太めの針で模様編みを始めます。編み地を裏返して3段目は表側を向いていますので、編み目通り表編みを2目編みます。おばあちゃんの表編みは針を目の正面から向こう側に入れて糸をかけて手前に引き出します。次も表編みを1目編んで2目表編みができました。次は右上3目一度の編み方です。右側から針を入れ、表編みの3目拾います。この3目を拾って針は向こう側に出します。そしてこれを一度に拾って右上3目一度ができました。ただ今回はここから掛け目を1回してもう一度同じところに針を入れ表編みを編みます。最初は少し編みにくいですが、これがこの編み目のこの記号になります。右上3目一度をして次にこれは右上3目一度をした表編みです。掛け目を一度してからまた同じ目に針を入れて表編みを編みます。これで3目一度で1目になった目がまた3目に戻ります。これを繰り返して編みます。これが3目を一度にしてその後表編み掛け目表編みと編んで模様の編み方がこれで終わります。これで針から目を抜きます。これが模様になります。次も同じようにこの3本の糸を一度に表編みにします。3目一度で表編みにします。針を向こう側に入れて表編みをして次に掛け目を1回します。そして同じところにもう一度針を入れて表編みをします。これで3目が一度に減らした分をまた3目増やしています。これで目を抜きます。これで2回模様ができました。あと2回編みます。3目を一度に針を入れ糸をかけて手前に引き出します。表編みです。次は掛け目をして同じところにもう一度表編みを編みます。最初はきつい目ですのでやりにくいでしょうが、3目をまた3目に戻しました。次もこの3目を一度に引き出して、これが3目一度の編み方です。ここから掛け目を1回してもう一度同じ目に針を入れ糸をかけて表編みをします。これで3目一度の後掛け目をして表編みをして
3目に増やしました。次は表編みを1目だけ編んで、これで3段目ができました。この8号針はやめにして、次は両方とも10号の針で編みます。編み地を裏返して、4段目は裏編みだけを編みます。おばあちゃんの裏編みを編みます。右から左へ針を入れ、糸を針の下をくぐらして右に出します。これがおばあちゃんの裏編みです。そしてこれが掛け目をしたところです。この目が掛け目をしたところですから、これも裏編みをして、こちらも3目一度の最後の目ですから、これも裏編みにして、これで模様が一つできました。同じようにすべての目を裏編みしていきます。おばあちゃんの裏編みで4段目はすべて裏編みを編みます。これで4段目ができました。編み地を裏返して、この模様が一つの模様です。3目を一度にして、次は表編みを編んだところに掛け目を1目、そして表編みを編んで、これが模様一つずつになります。これを繰り返します。奇数段で模様編みをして、偶数段は裏編みだけをします。次は編み図で、今3段目は2目を表編みにしましたが、5段目は1目右にずらして、1目だけ表編みをして模様をずらします。5段目ですから表編みを1目だけして、次はここで模様を編みます。3目を一度に針を入れ、表編みをして、これが3目一度の編み方です。次に掛け目をして、また同じところに針を入れ、表編みをします。これで糸を抜きます。この段からは作り目のきつかった目より少し緩やかになりますので、編み方が楽になると思います。次は3目一度です。3目を一度に表編みにして、掛け目をして、また表編みを編みます。これの繰り返しです。針を3本の糸から抜いて、このような模様になってきます。次も3目を一度に入れて、表編みをして掛け目をして、同じところに表編みをします。次も3目一度ですから、3目に針を通して表編みをして掛け目をして、同じところにもう一度表編みをして、3目一度に表編み掛け目、表編みの3目を作りました。次の2目は表編みを1目ずつ編みます。これで5段目ができました。模様が出てきましたので分かりますでしょうか。次は6段目です。偶数段はすべて裏編みだけを編みます。この段も裏編みだけを編んで、出ている目と
同じ数だけ裏編みを編みます。1目ずつ裏編みを編みます。編み地を裏返して、次は7段目です。7段目はここです。7段目は表編みはしないで、最初から模様編みをして、ここだけが模様が5個になります。今までは模様が4個でしたが、7段目は両端に表編みをしないで5個の模様を編みます。ここから模様を編み始めます。3目に針を入れて、一度に表編みを編んで、3目一度で編みました。かけ目をしてまた同じところに表編みをして模様が一つできました。これを繰り返します。3目に針を入れて表編みかけ目、同じところに表編みで模様ができます。次も3目一度に表編みをしてかけ目を押し、同じところにもう一度表編みをします。次も同じように3目一度かけ目、表編みをもう一度、そして最後も3目一度押してかけ目を押して表編みをもう一度編みます。これで7段目ができました。1回目の模様編み、2回目の模様編み、3回目の模様編みを編みました。3目ずつですので、少しずつ右にずれて、最後は3目残りますので、1つ模様を増やしました。編み地を裏返して、次の8段目の偶数段は裏編みだけを編みます。偶数段は裏編みだけを編んで、同じように裏編みを編みます。編み地を裏返して、ここから2目表編みをして模様編み、次には1目表編みをして模様編み、そして今の段では最初から模様編みを編みました。次の段ではまたこちらの3段目の段に戻って2目は表編みを編んで、ここから模様を編みます。この繰り返しです。2目は表編みを編んで、次に模様を編みます。この模様を編むところがわからなくなったときは、この斜めに入っているこの模様の一つ手前のところの3目で模様を作ると覚えておくといいと思います。わからなくなったときは、この斜めに模様の入っているこの目の手前3個で模様を作ります。表編みを2目編んだら、次の3目はこの3目で作ります。この斜めに入っている線の1目は入れずに、その手前の3目で模様を作っていきます。ここも3目一度押してかけ目、
表編みをします。そして次はこの斜めに入ったところから3目です。この目は入れずに、この斜めに入っている目から3目で模様を編みます。かけ目、もう一度表編み。ここもそうです。この斜めのところが最初の目で、ここから3目で模様を作ります。段数が多くなるとどこからかわからなくなることがあると思いますが、この目を頼りにしてここから3目で模様を作ると覚えておけば、同じように模様ができます。これで最後だけは1目余るので表編みを編みます。このようにこの模様が三角形のようなお花のような感じの模様ができます。とても可愛い模様ですし、偶数段は裏編みだけですので、奇数段のこの模様だけは1目ずつずれていることを注意して編んでいけば、このような模様ができます。棒針編みの模様編みをおばあちゃんの編み方で紹介しました。編んでみてください。